今日は煮込みハンバーグを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は煮込みハンバーグを作りたいと思います。はい、ということで今回はふわふわ柔らかジューシーなとても美味しい煮込みハンバーグを作っていきます。柔らかジューシーに簡単に仕上げるコツをご紹介していきます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにハンバーグの材料からご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、パン粉、玉ねぎ、卵、牛乳、マヨネーズ、お砂糖、塩コショウ、そしてハンバーグを焼くときにサラダ油を使っていきます。まずですね、今回のハンバーグのポイントはマヨネーズとお砂糖です。マヨネーズを加えていただくと冷めても柔らかさをキープすることができます。お砂糖も少し加えていただくことで味わいにコクが出て、さらにお肉も柔らかい仕上がりになります。そしてもう一つポイントです。牛乳を入れていきます。牛乳を入れていただくとお肉の臭み取りになってさらにコクもアップします。それでは続いて煮込みハンバーグのソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。玉ねぎ、しめじ、人参、ブロッコリー、トマトの缶詰、ケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、有塩バター、お砂糖、お水、ソースはこちらの材料で作っていきます。まず具材に関しましては今回4種類入れていきますが、こちらはお好みのものを入れてみてください。そしてトマトの缶詰ですね、こちらはホールタイプを使っていきます。ホールタイプの方が旨味があって美味しいので今回はホールタイプを使いますが、もしない場合はカットタイプでも OK です。そしてこちらのソースに仕上げでバターを入れていきます。バターを加えていただくとまろやかさがアップして美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、それではまずはじめに具材に入れる玉ねぎから切っていきます。この玉ねぎはみじん切りにしていきます。切り方はやりやすい方法で切ってください。はい、玉ねぎはこのようにみじん切りにしてください。そして切った玉ねぎはボウルに入れます。ボウルに入れたらふわっとラップをしてください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらラップを外してください。玉ねぎをボウルにこのように広げていきます。そしてこのままですね、玉ねぎはしっかりと冷ましてください。このように一度加熱していただくと玉ねぎの辛みを抜くことができます。それではこちらをね、このまま置いておきます。それでは続いてソースの玉ねぎを切っていきます。こちらはね、薄切りにしていきます。はい、このように薄切りにしてください。ソースの玉ねぎはこれで OK です。それでは続いて人参を切っていきます。まず人参の皮を剥いていきます。はい、そしたらですね、人参は乱切りにしていきます。切り方はお好みの方法で OK です。乱切りにするときはまず包丁を斜めに入れます。そして切り口を上にします。そしてまた斜めに切っていきます。これを繰り返していきましょう。はい、人参はこれで OK です。続いてしめじです。しめじはまずね、根元を切り落としてください。あとはね、手でほぐしましょう。はい、しめじの準備はこれで OK です。続いてブロッコリーです。ブロッコリーはね、水洗いしてボウルの中に入れます。そしてラップをします。こちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。今回はね、電子レンジで加熱していくんですが、こちらは塩茹でしていただいても OK です。はい、1分30秒加熱しました。ラップを外します。ブロッコリーはですね、一緒に煮込んでしまうと色味が悪くなっちゃうので、このように別で加熱しておきます。ブロッコリーの準備はこれで OK です。それでは続いて肉ダネを作っていきます。まずボウルに合いびき肉です。そしてここからがポイントです。まず一番初めにお砂糖を加えて揉み込んでください。お砂糖はね、他の材料と一緒に入れてしまうとなかなかね、お肉の中に入っていかないので、必ず一番初めに揉み込むようにしてください。では入れます。入れたらですね、しっかりと揉み込んでいきます。は
はい。で、このようにひとまとまりになったら、ここに塩コショウですね。1つまみから2つまみぐらいです。そしてしっかりとこねていきます。ここでね、しっかりこねていただくと、お肉同士がくっついて肉汁を閉じ込めることができます。なのでしっかりめにこねてください。はい、このようにね、ちょっと粘り気が出るぐらいですね。そのぐらいまでしっかりこねましょう。そしたらですね、残りの材料を入れていきます。まず牛乳です。そしてパン粉。あとは卵です。そしてポイントのマヨネーズです。こちらもこのまま入れてください。あとはね、しっかり冷めた玉ねぎを加えます。玉ねぎがね、熱いとお肉に火が入ってしまうので、必ず玉ねぎは冷めてから加えてください。そうしましたらね、しっかりとこちらをこねていきます。はい、OK です。このようにしっかりと混ぜこねてください。そうしましたら、今回は4等分なので、先にね、こちらを4等分にしていきます。大体で OK です。はい、このように4等分にしてください。それではね、丸めていきます。まず1かけら取ります。そして丸めます。丸めるときはですね、手に少しサラダ油を塗っていただくと肉種がくっつきにくくなります。そしたらですね、一番初めに空気を抜きます。空気が入った状態ですと、焼いた時にね、ひび割れしやすくなります。なのでしっかりとね、空気は抜いてください。空気を抜いたら形を整えます。このように形を整えたら真ん中をへこませてください。真ん中はね、火が通りにくいのでこのようにへこませておきます。それではね、残りも同じように形作っていきます。はい、このように形作りました。それでは今からこちらをフライパンで焼いていきます。はい、それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷きます。敷いたらですね、まずサラダ油を伸ばします。はい、このように伸ばしてください。そしたらですね、まだ火にかけない状態でハンバーグを並べていきます。そうすると焼き縮みを防ぐことができます。もう一度形を整えてフライパンの上に置いていきます。そうしましたら、この空いてる部分に人参を入れていきます。人参はね、少し火が通るのに時間がかかるので、ハンバーグと一緒に焼いていきます。はい、こんな感じでね、空いてる隙間に置いてください。そしたら火にかけます。火加減は弱めの中火です。このままですね、まずじわじわと音がするまで焼いていきます。はい、このようにじわじわと音がしてきたら、こちら分量外ですが、お水をね、大さじ1杯ほど入れていきます。そして蓋をします。火加減は弱火です。このまま焼き色がつくまで焼いていきます。はい、3分経ちました。そしたら蓋を開けます。そして一度ね、焼き色をチェックしてください。そしていい感じにね、焼き色がついたものから裏返していきます。よいしょ。はい、こんな感じでね、美味しそうに焼き色がついてます。こちらも裏返します。よいしょ。あとはね、人参もね、ちょっと転がしといてください。はい、そして人参も転がしたらもう一度蓋をします。火加減弱火です。このままですね、だいたい2分から3分ほど裏面も焼き色がつくまで焼いていきます。トータルでだいたいね、5分から6分ほど焼いてみてください。この焼き時間に関しましては、ハンバーグの厚みとか大きさによっても変わるので、様子を見ながらね、こちらは調整していただけたらと思います。はい、今2分ほど経ちました。蓋を開けます。こんな感じでね、美味しそうに焼き上がってます。一度焼き色をチェックしてください。これでね、いい感じに焼き色がついてたら OK です。一度火を止めます。そしてですね、こちらのハンバーグを一度取り出します。あんまりね、火入れしすぎるとハンバーグが硬くなっちゃうのでね、一度ね、ハンバーグは必ず取り出してください。そしたらですね、こちらの人参はね、このままフライパンに入れておきます。ちょっとね、油が多いので、半分ぐらいね、油を拭き取ります。ちょっと焦げてる部分をね、拭き取ってください。はい、OK です。このぐらいですね、油は残します。そうしましたら、ここにまずね、お野菜入れましょう。玉ねぎと、あとはしめじです。そして火にかけます。火加減中火です。まず最初にお野菜を炒めていきます。このね、お肉の肉汁をね、お野菜に染み込ませていきましょう。このようにね、だいたい火が通ったら一度火を止めます。ここにですね、残りの材料を入れていきます。まずね、トマトの缶詰。
そしてケチャップ、ウスターソース、コンソメ、あとはお砂糖、そしてお水を入れます。お水を入れたらですね、火にかけてください。そしてこのホールトマトを潰しながら加熱していきます。このように沸騰したらもう一度火を止めてください。そして先ほど取り出したハンバーグを戻し入れてください。そしてこちらのバターも加えてください。これでもう一度火にかけます。バターはですね、一番最後に入れていただくことで香りをね、きちんと残すことができます。混ぜながら弱めの中火ぐらいで煮込んでいきます。ソースにね、とろみがつくまで煮込みましょう。このようにね、スプーンなどでハンバーグにね、ソースをかけながら煮込んでください。時折ね、ハンバーグも裏返しましょう。はい、ソースにとろみがつけば OK です。そして最後、こちら電子レンジでね、加熱しておいたブロッコリーを入れます。よいしょ。ちょっとなじませてください。こうしていただくことでね、ブロッコリーの彩りも綺麗になります。はい、これで OK です。こんな感じでね、とても美味しそうに仕上がりました。それでは器に盛りたいと思います。はい、これで煮込みハンバーグの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにソースもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。ハンバーグがとても柔らかですっごくジューシーです。そしてこのソースもすごくまろやかでとても美味しいです。あとはお野菜にもしっかり味が染み込んでます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の煮込みハンバーグのポイントです。今回肉ダネにマヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えていただくことでとても柔らかジューシーな仕上がりになります。さらにですね、冷めても柔らかいままをキープすることができます。そして肉ダネを作る時のポイントなんですが、まず一番初めにお砂糖を揉み込んでください。そうすることでお砂糖のコクをしっかりお肉の中に入れることができます。これをですね、他の調味料と入れてしまうとなかなかお砂糖がお肉に入っていかないので、必ず一番最初に揉み込むようにしてください。そしてその後ですね、塩コショウを加えたら少し粘り気が出るぐらいまでしっかりこねてください。そうすることでお肉同士がしっかりくっつくので中に肉汁を閉じ込めることができます。さらにですね、焼いた時に崩れにくくもなります。そして形作る時のポイントです。まずね、手に少しサラダ油を塗ってください。そうすることで手に肉ダネがつきにくくなります。そしてその後は一番最初にハンバーグの空気をしっかりと抜いてください。空気を入ったまま形作ってしまうと焼いた時にひび割れの原因になります。なので必ずね、しっかりめに空気は抜くようにしてください。そして焼く時のポイントです。まず最初にハンバーグを焼くんですが、ハンバーグと同じタイミングで人参も一緒に焼いてください。そうすることで人参にもしっかり火を通すことができます。そしてハンバーグを焼く時は蒸し焼きしてください。蒸し焼きしていただくことでふっくらジューシーな仕上がりになるのと、しっかり中まで火を通すことができます。そしてこの焼き時間に関しましては、フライパンの大きさとか、あとはハンバーグの大きさでも変わってくる場合があるので、様子を見ながら焼き時間は調整してください。そしてハンバーグを両面焼いたら一度ハンバーグは取り出してください。そしてハンバーグを取り出したらある程度油を拭き取って、その後ソースを作ってください。ソースがある程度できたらハンバーグを戻し入れてソースにとろみがつくまで煮込んでください。最後にですね、バターを加えることでとてもまろやかな仕上がりになります。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は煮込みハンバーグを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。